火事が出てしまって。大丈夫です。この段差に合わせてますもんね。そうです。足を出せるような広さが、もっといい車にしていきたいと考えています。山口市にある徳地診療所。5000人が暮らす徳地地域の唯一の医療機関で、ある取り組みが始まっています。すごい何往復もするんですね。はい、そうなんです。結構いろいろ、まだこの後パソコンだったりタブレットだったり、あとエコーだったり、ちょっといろいろなものを持っていきますので。診療看護師の中山さん、車で集落を訪問し、診療所の医師とオンラインで接続して遠隔で診察を行う準備をしています。 Wi-Fi を今虫除け、虫除けをスイッチをオンにしました。それだけ虫が多いってことですもんね。そうです。はい、そうなんです。使われている車はオンライン診療などを目的としてトヨタ車体が開発したメディカルムーバーです。どのように活用されているのか、オンライン診療の現場にお邪魔しました。向かった先は診療所からおよそ8キロ離れた山間部にある集落です。向こうで操作してるんですか。あれ先生が動かしてます。先生が操作してるんですね。先生が操作して、先生が例えば富川さんのここ見たいなって言ったらズームで見に行かれます。本当だ。カメラが本当だ。カメラものすごい性能がいいんですよ。すごいですね。先生、エコーも大丈夫そうですね。あ、そうですね。ここに入れてます。はい。じゃあ来られたら始めます。地元の人たちが時間に合わせて集まってきましたよ。おいくつですか。昭和8年生まれ。8年生まれ。昭和8年。91やろ。90。あら、お若いですね。若いだね。歩いていらっしゃったんですか、ここまで。これあるかな。診療所の先生がモニターに映ってね、いろいろ診察してくれると思うんですけれども。今までなって思ったのに3回。もう2、3回経験ある。すごくいいね。声でも聞こえるけど、やっぱり顔を見てなんですよね。一番安心する。なるほどね。近くにいるような感覚で診察してもらえるんですね。こう一定値みたいなね。長久さんは今回手足に赤黒いあざのようなものが広がったことが心配で診察に訪れたそうです。3週間ぐらいになる。多分普通じゃったらポンとぶつけてもならんけど、血液サラサラ薬ね、脳梗塞やっちゃいけんから、サラサラ薬飲みやるけね、その薬の影響と思うんよ。自然に治るの待ってりゃいいか。そう、自然に治るの待つしかない。特別なんもない。大丈夫。ちょっと先生に見てもらおう。ちょっと手元が。はい、先生。はい、あ、こんにちは。長久さんが今日臨時で受診されました。出血、この右の上肢前腕と、あと右の下肢ですね。近所の人たちがなんか腐るんじゃないかって言われて心配になって今日ご受診いただいてます。で、特にね、血流も大丈夫ですし、潰瘍化とかもないですので。長久さん大丈夫そうですけどね。傷の方は大丈夫ですよ。はい、安心しました。様子見ようね。はい。じゃあ先生、今日は良さそうですよ。どうもお願いしました。直接こう会って見てもらわない不安っていうのはないですか。それはないですね。最初はどうかなと思って思いよったけど、別にそんな不安なくなりましたね。そういった意味ではこの移動の診療所っていういいですね。そうですね。細い田舎のものには大変気楽に生活できますね。次に訪れたのは心臓の薬を飲んでいる田中さんです。また私胸が痛くなるんじゃないかな。心配なんやね。心臓の薬じゃったからね。分かったよ。だから胸が痛いのすごく気持ちが悪いんですよ。頭が痛いのはどうなった？あれは治りました。よかった。だいぶ暑くなってきたけど、お食事は食べれよりますか？
食事はもう食べるから太って体重これだけ続けて喋られるから心臓は大丈夫じゃん。あ、そうですか。喋られるようになる心臓はね。そうやっていただいたら安心します。よし、先生来ちゃったよ。先生いらっしゃいましたよ。おお。お世話になります。田中さんが前回アーティスト半分になって脈が60から70代に上がってきました。ご本人としてはやっぱりアーティストで今まで心臓助けてもらってきたから、心臓の薬が半分になったら心臓の方が悪くならんじゃろうかっていうご心配をされています。だんだんやっぱりお年を重ねていらっしゃるので、前ほどの量はいらないんじゃないかなとは思うんですよね。もし今の方の調子が良ければ、多分半分ぐらいで今の脈拍の方が健康的かなと思います。私も薬を減らすのは賛成なんですよ。薬を減らすのは賛成だそうです。賛成。基本的には賛成なんです。暑いのでちょっと脈が低くない方が安全だと思います。じゃあこのまま予定通りのお薬でいこうと思います。はい。よろしくお願いします。じゃあ以上です。ありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。見ていただいただけで治ったような気がする。私だけじゃなかろうと思うんですけどね。患者さんもやっぱり近くにそれだけ分かってる人がいらっしゃるから安心できますし、そうです。いつもの様子もやっぱり分かるので、今日も心配だって言われてきたけど、パッと見て全身状態は大丈夫そうだなと思ったので、おそらく大丈夫かなと思いながら見させていただきました。やっぱり現地でいかにちゃんとアセスメントするかっていうのが、医師の診療のオンライン診療の質にもつながると思っています。そういう意味ではやっぱここである程度アセスメントして報告するっていうところも大事かなと思っています。すごく今実感しましたけどありがとうございます。このようなオンライン診療は厚生労働省が発表した第8次医療計画の方針の中でも僻地での医療において活用が進められています。遠隔診療の必要性っていうのは感じてらっしゃったんですか？感じてますね。やっぱりバスに乗り換えてであると足が遠のいてしまう人が2週間に1回来てくれるっていうのはすごくありがたいと思います。やっぱり医者だと来てくれない人たちが来てくれるというか、看護さんだから話がしたいとか、こういうことは言っていいのかなっていうのを気軽に相談する場所になっているのかなと思います。その後ろに先生という姿があるからっていうところもありますよね、安心感は。そうですね、そう感じていただければいいですし、やっぱそれに見合うだけのやっぱり医者でないといけないなと思ってます。住んでてよかったと思えるような手伝いが私たち、看護なり医療ができるとやっぱり嬉しいなと思ってます。トヨタ車体ではこれまで福祉車両を手掛けてきたノウハウを生かして今回のメディカルムーバーを開発しました。例えばこういうステップはもともと我々ウェルキャブで福祉車両をやってますので、そういうところであるものです、患者の皆さんが入っていくときにこの手すりをね、出されて、こうやってね簡単に出して手すりとして使われているのを見て、細かな配慮が行き届いてるなと思ったんですけど、この高さこの長さっていうのは実際の人に使っていただいて、実はちょっとずつ寸法が変わってるんです。この段差に合わせてますもんね。そうです。山間部の患者さんっていうのは全国にいくらでもいらっしゃるわけで、できるだけ多くの方に利用されてね、いただきたいですよね。で我々当然この車を売るのが目的じゃなくて、全国にその平等な医療を提供できるような社会を作りたいというふうに思ってますので、その一つの道具としてこれを使っていただければよくて、他の方法があればもう別にこの車にこだわることは全然ないんですけども、誰一人取り残さない。そうです。さらに現地のニーズを聞き取りながら細かいところにもこだわっているそうです。お二人が診療所の方とやり取りされてどんどん改善されていったんですか？そうですね。診療看護師の中山さんはフットケアとかもされるので、少しこの辺にフットケアをするスペースが欲しいということだったので、そうですね。ベッドを少し後ろに下げて、こう座って足を出せるような広さがありますよね。この形状もですね、普通ベッドって真四角なんですけども、ここが斜めになってるところはやっぱり患者さんがこのモニターに
向かう時にですね、ちょっとこう足がはい動きやすいこう四角ですとなかなかこちらに向きにくいということで、こうあったら向こうとしてください、引っかかっちゃうわけですね、そうですね、ないからスッとスッとはあ、きめ細やかな。やっぱり頻繁に声をお聞きになって飛び回って話を聞いて、我々やっぱりまだ医療のこととか分かってませんので、いろんなお使いになられてるところにお伺いしてですね、どこがやっぱり改善する必要があるかっていうのをお伺いして、日々この車の改善に努めております。現場の声を聞かないとやっぱり改善できないんですね。そうですね。このメディカルムーバーは今能登半島地震の被災地でも別の形で活用されています。おはようございます。医師の古谷さんは自身の病院がある山梨から自らメディカルムーバーを運転してたびたび被災地へ支援に入っています。流動的にたくさん物資を受け渡しできたり、必要なところにすぐ届けられるように、私的な中継拠点、直接能登に行くと場所がないので、ここでまず置くっていう形で、今回もやっぱり水害で結構物資を置く場所も能登の方向やっぱり少ないで、またもう一回若干やり直しというか、で古谷先生が本当に当初よりも能登に運んでいただいてるっていう形で、メディカルムーバーに次々と積まれていくのは支援物資です。そうなんです。おや、受けた。いや、こんな風に積んでるんですよ。そもそも車の運用を見た方がいいですか。実際。オンライン診療所がこんな風に使われてるなんて。メディクルと思えないような感じになってますね。ちょっと本来の使い方なのかなと思いながら。先生、荷物をこうやって物資を運んでるんですか。物を食べにくくなった高齢者とか、そういう人の食品であるとか、この間の水害で泥かきされてるので防護メガネだとか、そのような長靴だとかっていうニーズがあるやつをこう直接足りないという時にピタッと届けるというような感じの使い方をしばらくしていて。診察として使うこともあるんですか。あります。ある。一応それが目的ですけど。よかった。これ車椅子。これ車椅子本当は入るんですよ。古谷さんと共に能登半島へ向かうと、横倒しになったままの建物や倒壊したまま道路に出ている家など、被害の爪痕は未だそのままになっていました。輪島の朝市があった朝市通りっていうのがあって、火事が出てしまって大体しかったですね。遅いですね、やっぱり進みが。遅いです。解体も遅いし、この間水害また土砂崩れがものすごい出て、片付けるに本当に手いっぱいだし、水道と下水の復旧がやっぱり厳しかったし、遅いです。やっぱり遠隔地で特に能登は厳しいなって感じ。被災地に追い打ちをかけることになったのが豪雨。一度は仮設住宅に入居できた人たちも再び避難生活に戻ることとなってしまったそうです。こちらはどういった場所なんですか。ここは松波神社さんで行って、いろんな宮司さんがすごいいい方で支援物資の中継だとか、あるいはボランティアさんとかそういう方を止めてくださって。すいません、よろしくお願いします。お忙しいところ。いえ、こちらこそよろしくお願いします。もう入り口に神棚がそうですね、いっぱい置いてあって、震災で倒壊した家の神棚ですね、こっちからお祓いをしてそれを引き取らさせていただいて、後でお焚き上げをしてという形で、神棚を変えるからお祓いしてくれっていうことはやっぱあることなんですけど、家潰すからっていうそれも軒並みですので、はあっていう感じです。お医者さんとかは事情はどうなってるんですか。お医者さんは松並にはかかりつけ医というかいらっしゃいますので、その方が中心になって、皆さん診療しているという形なんですが、総合病院とか行っても看護婦さんが不足してたりとかというのがありますので、なかなか
うまくはいってないようです。もともと交通不便なとこじゃないですか、でしかも場所変わったし道路の事情も悪くて、公共交通機関は非常に困難だってことになると、これまでの主治医とかかかりつけ医にうまくかかれるっていうのはすごく大変になりますよね。もしかしたらそういうオンライン診療的なことでも自分のいつもの先生につなげることができたりすると、実は患者さん方ってすごい安心されるんですよね、いつもの顔を見て安心されるってことが、ここのシステムが少しうまくいけることが示せると、それはどこのためにもなるということにはなります。経験になりますよね。はい。被災地ならではのオンライン診療の重要性。現地の通信状況が悪い中で古谷さんが運んできたのは通信機器です。まずはオンライン診療への環境づくりです。車の結構いいところが、オンラインでつながれるから、遠くのご家族も画面に出せるわけです。画面には主治医が出て、もう一個は遠くの東京の子供さんとかとかっていうことで、例えば仮説とかでも、これ診療にたとえ使わなくても、どっかでつなげられるようにすると、ご家族と約束した時間にそこで喋れるとかっていう、あんたどうっていう話できますもんね。なかなか診察以外に使うっていうのは想像してませんでしたよね。想像してなかったです。で被災地とかでもいろいろと使い道がある、古谷先生みたいな使い方されているのを見ると、もう少しやはり改善の余地があるんだなというふうに感じているので、またいろいろとお話聞きながら、もっといい車にしていきたいと考えています。要望などあれば。要望はやっぱり衛星通信が標準装備に入れるようなことにしていただく点とか、今診療で問題なのは実はソフトなんですよね。高額っていうこともあるんですけど、その診療に特化してるから他に使えないっていうか、Zoom みたいな簡便でお金も安いやつの方が実は汎用性が高いので、そういうのを一緒にセットで提案できると、グループミーティング用だとか、それこそカラオケ用だとか車の用途が運べるサロンカー的な多種多様で使わせていただければ、私らとしてもコミュニケーションの一つとして、大いに活躍できるんじゃないかなと思いますね。これでは人は運べないんですよ、後ろの座席は安全上の問題だから。ところが世の中の訪問オンライン診療者では患者も運べる設定を残してるところがあって、それはそのまま病院に連れていくとか、そういうことにも使えるようにみんなを集めてきて診療に行くとかみたいなことにしてるところもあって、それぞれの用途っていうかね、応じてセッティングできるのはいいなとは思います。なるほど。はい。薮田さん、課題はいっぱいありそうです。そうなんですよね。有事の際に DMAT の方が被災地に入られる時も、やはり5人乗れた方がいいっていう話もよくお聞きしたので、やっぱり後ろに人が乗れた方がいいんじゃないかっていうような議論はもう今させてもらってて、そうやって実際使ってもらわないとそういう課題ってなかなか出てこないので、そうやって意見いただけるのは本当にありがたいです。